こんにちは、もしおです。メガドライブミニ2発表されましたね。メガドライブ2ミニではなくメガドライブミニ2となったのが少し意外ではありましたが、なかなかエキサイティングな発表内容だったと思います。そこで今回の動画ではメガドライブミニ2の発表内容のまとめと個人的な感想、そして残り40本の予想をしてみたいと思います。収録本数やサプライズについて少し気づいた点もありますので、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。それではメガドライブミニ2概要から見ていきます。まず収録ソフト数ですね。収録ソフトはメガドライブのカートリッジのゲームとメガ CD のゲームを合わせて50本以上となっています。スーパー 32X は技術的に難しかったようで残念ながら見送りとなりましたが、50本以上収録というボリュームには驚きましたね。この辺りの経緯の詳細はファミ通のウェブサイトに奥成氏のインタビュー記事が掲載されていますのでご参照ください。こちらの記事によると、収録ゲームのうち20本がメガ CD のソフトと書かれています。開発を担当する M2 が個別の解析が必要だから15本くらいならと発言したところを20本にしたという具体的な経緯が説明されていますので、メガ CD のゲームは20本ということで間違いないのだと思います。またこのインタビュー記事では新しいサウンド機能についても触れられていました。初代メガドライブとメガドライブ2では音の鳴り方が少し異なるので、サウンドに関しては初代と2を切り替える機能が搭載されているそうです。これはなかなかのこだわりですよね。機能の詳細はぜひファミ通の記事をご覧になってください。次に発売日と価格です。発売日は2022年10月27日で価格は税込み 1978 円です。今回はコントローラーが1つ同梱されたパッケージのみだそうです。ちなみに全モデルのメガドライブミニは2019年9月19日に発売され7538円でした。翌月の10月1日から消費税が 10% になりましたので7678円ですね。価格の方は約 1.4 倍となってしまいましたが、世界的な物価上昇に加えて半導体不足、円安、搭載されているストレージの増量などさまざまな要因がありますので仕方ないのかなという感じもしますね。価格が上がってしまう分、収録ソフトの方は本数を増やしたとのことです。これでも2020年3月に発売された PC エンジンミニよりも安い価格なのでかなり頑張っているのではないでしょうか。発売に関しては半導体不足が悪化してしまいプロジェクトが保留になってしまったこともあったそうですが、プロジェクトを立ち上げられるギリギリの台数分の半導体だけでスタートさせたそうです。想定製造数は大幅に減らしてのスタートとのことですので、欲しい方は早めに予約しておいた方が安心かもしれませんね。セット内容は公開されたばかりのメガドライブミニ2公式サイトによると、本体、コントローラー、HDMI ケーブル、USB ケーブルとなっています。前回同様 AC アダプターは別売となっていますが、前回 5V1A 以上という仕様だったものが今回は 5V2A 以上となっていますので注意が必要です。ちなみに Amazon 限定版には AC アダプターが同梱されているようです。価格は通常版と同じ 1978 円となっていますので少しお得かもしれませんね。概要欄に URL を貼っておきますので AC アダプターも欲しいという方はご覧になってみてください。次はメガドラタワーミニ2ですね。こちらも本体と同じ2022年10月27日発売で価格は税込み4950円です。本体の半分くらいなのでこれはちょっと割高に感じてしまいますね。でも今回はメガ CD のゲームを収録しているので一応意味があるようにも思えてしまいます。個人的には前回のメガ CD と 32X メガアダプターのフィギュアは購入せずにスルーしてきましたが、今回は予約してしまいました。あとはコントローラーも再販されるようです。私は前回のメガドライブミニを予備、アジア版、ジェネシスミニと結局4個も購入してしまったのでコントローラーは余っていたりします。
今回初めてメガドライブミニ2を購入するという方向けですかね。それではここからは発表された11タイトルをざっとおさらいしておきます。シルフィード、メガ CD の機能を最大限活用した迫力の 3D 演出が全編にわたって展開するゲームアーツのシューティングゲーム。前回の動画のコメント欄でも多くの方が収録を希望されていたソフトですね。シャイニングフォース CD。 シャイニングフォース、神々の遺産から20年後の世界を舞台にしたタクティカルバトル RPG。 ゲームギアで発売された2作品のリメイクですね。ソニック・ザ・ヘッジホッグ CD。 タイムストーンをめぐってドクター・エッグマンとソニックが争奪戦を繰り広げるアクションゲーム。これは前回動画の予想が当たりましたね。夢見館の物語。夢見館という閉鎖された空間で展開される静寂のファンタジックホラーアドベンチャーゲーム。まさにマルチメディア時代のゲームという感じのゲーム内容ですね。コメント欄でもこの作品を推す方が多くおられました。ポップルメール。日本ファルコムのアクション RPG をメガ CD で大幅リメイクした作品で、セガファルコムという会社を設立して発売したゲームの中の一本です。私は当時プレイしていないのですが、声優陣が豪華ですね。バーチャレーシング。アーケードで大ヒットした 3D レーシングゲームですね。スーパー 32X 版が収録されると予想していたのですが、メガドライブ版の収録となりました。当時は驚異的な完成度で楽しませてもらいましたが、解像度は高くなく荒いので、現代の鮮明な液晶テレビとの相性は良くないかもしれませんね。ボナンザブラザーズ。お宝をゲットして脱出する潜入アクションゲームです。すでに収録されていたような気がしていたのですが、未収録でした。2人で遊ぶと楽しいゲームですよね。シャイニング&ザ・ダークネス。シャイニングシリーズの記念すべき第1作となる 3D ダンジョン RPG。 発売前はドラクエ3のスタッフが作った RPG といった感じで紹介されていて、とても盛り上がりましたよね。当時購入しましたが、最後までたどり着けなかったので、また挑戦してみたいです。サンダーフォース4。テクノソフトの人気横スクロールシューティングゲームの第4弾。メガドライブでは3作目ですね。この作品の収録は当然だと思いますが、初期に発売された2も当時は衝撃的でした。マジカルタルルトくん。魔法使いのタルルトが大活躍するアクションゲーム。ゲームフリークが開発を手掛けていたんですね。可愛いキャラ系のゲームをあまりプレイしてこなかったのでノーマークでした。ファンタジーゾーン。前回のダライアスと同じサプライズ枠のゲームですね。今回も個人の方が独自に開発したものをベースにブラッシュアップしたそうです。こちらもコメント欄で予想した方が何人かいらっしゃいましたね。ここまでが昨日発表された11作品です。収録タイトルは50タイトル以上となっていますので、まだ発表されていないタイトルが40作品以上あります。これからが楽しみですね。さて、ここからは完全に個人的な妄想、予想となりますので、そのつもりでご覧いただければと思います。まず収録数ですが、おそらく全部で53タイトルになるのではないでしょうか。レギュラータイトル50本、新作3本です。というのも、このプロモーション映像に出てくる空白のボックスのようなものを数えてみると53個あるんですよね。本当に憶測でしかありませんが、最終的にジャケットイメージが入った状態の映像が出てくるのではないでしょうか。全くの憶測ですが、先ほどの前提で映像を見ていくと、売りとなる代表的なアーケード移植タイトルが3つという感じでしょうか。3つに絞って考えると、具体的なタイトルを予想するのは少し難しいですね。そして謎の新作も3本でしょうか。昨日の発表でもファミ通の記事でも、奥成氏が初代メガドラミニのダライアスやテトリスのインパクトを超えることは難しいと発言されていますが、前回も2本ありましたので、今回は1本とはいかないわけでとも発言されています。これらから勝手に推測すると、謎の新作に相当するものは全部で3本。すでにファンタジーゾーンが発表されていますので、残り2本ですね。
大型タイトルや有名作品ではないものの、当時発売中止になったものなどが候補になるのではないでしょうか。パワードリフトと言いたいところですが、これだとさすがにビッグタイトルすぎますし、完成させるのも大変そうなので、もう少し小粒なタイトルかもしれませんね。謎の新作に関してはぜひ皆さんで予想をコメントいただければと思います。それではここからはレギュラータイトルの残り40本をざっと予想していきます。カートリッジが25本、メガ CD が15本ですね。1つ目はエイリアンソルジャー。前回アジア版には収録されていましたが、国内版には収録されていなかったので選出してみました。バトルマニア大吟醸。ビッグ東海のソフトの復刻というのはあまり見ない気もしますね。2本入れたいところですが、枠が限られているので評価が高い2作目をピックアップ。ベアナックル3。ベルトスクロールアクションも欲しいので入れておきました。ゴールデンアックス3と迷ったのですが、今回のメガドラミニ2の BGM も小城氏が担当するようなので、そのつながりで。バトルトード。ゲームバランスはファミコン版には劣りますが、当時の名作アクションゲームとしてぜひ収録してほしいです。ダライアス2。前回サプライズで初代ダライアスが収録されましたので、メガドラミニ2には続編の2が収録されたらいいなと。デビルクラッシュ MD。バランス的にピンボールも収録されていれば楽しいかなと思いピックアップ。オリジナルはナグザットの作品ですね。ガントレット。これはぜひ収録してほしいのですが、権利的に難しいのでしょうか。前回も収録すべく動いていたようですよね。豪傑寺一族。アトラスということでなんとかなりそうですよね。メガドライブ2といえば格闘ゲームが渇望されていた時期なので入れてみました。鋼鉄帝国。人気の横スクロールシューティングですね。中古カートリッジは相変わらず高価なのでぜひ収録してほしいです。マーブルマッドネス。せっかく USB ポートがあるので汎用マウスかトラックボールで遊べるようにしてほしいですよね。イーグレット2ミニのトラックボールでも OK です。ミッドナイトレジスタンス。アクションシューティング枠のゲームとして権利的にもおそらく大丈夫なのではないかと。アウトラン。収録には車体のデザインを変更する必要がありますが、セガを象徴するゲームでもあるのでぜひ収録してほしいですね。車体デザインを変更した上で追加要素を加えて新作として登場するという妄想もしています。ターボアウトランナーズという防車っぽいキーワードも浮かんできましたが、ノリでできることではないですよね。パノラマコットン。個人的には可愛らしい感じのゲームはあまりプレイしないのですが、人気作ということで収録されていたら嬉しいかもしれません。ペペンガペンゴ。ペンゴもぜひ遊びたいのでピックアップしました。メガドラ版は BGM が差し替えられているため収録できそうな気がします。フェリオス。 PC エンジンと比べるとメガドライブは冷遇されていましたが、アーケード業界ではセガとナムコはライバルでしたので仕方なかったのかもしれませんね。そんなナムコ作品の中でもフェリオスはメガドライブだけで楽しめた良作だと思います。ランパート。画面は地味なのですが遊び始めるとやめられなくなるパズルシューティングです。ファミコン版がよくできていますがメガドライブ版もいいですよね。リスター・ザ・シューティング・スター。メガドライブ後期のアクションゲームですね。中古は高騰してしまっているのでぜひ。ロケットナイトアドベンチャーズ。コナミのアクションゲームですね。続編はスーパーファミコンでも出ていますが、これはメガドライブオリジナル作品ということでピックアップしてみました。シャドーダンサー。定番のアクションゲームですがメガドライブミニには収録されなかったのでピックアップしました。アーケード版とは別物ですがメガドライブらしい作品だと思います。ソーサリアン。アクションロールプレイングゲームですね。すでに日本ファルコム絡みのソフトが発表されていますし、シナリオもメガドライブ独自のものなので収録されるような気がしています。スプラッターハウスパート3。ファイナルファイトタイプになり賛否が分かれましたが、
メガドライブだけで遊べるスプラッターハウスとして評価しても良いのではないでしょうか。ストライダー飛竜。前回海外版には収録されていましたが、国内版メガドラミニには収録されていませんでした。メガドライブのアクションゲームの定番なので収録されるといいですね。スーパーシノビ2。こちらも定番ではありますが、前回の国内版には収録されなかったのでピックアップしました。スーパーストリートファイター2。メガドライブ2といえばスト2ですよね。ファイティングパッド 6B が先に公開されて当時は興奮したものです。前回ダッシュプラスが収録されましたので、今回はこちらが収録されるのではないでしょうか。 V5。 東亜プランの縦スクロールシューティングですね。アストロシティミニ V にも収録されますが、これもメガドライブらしい異色作品だと思いますので、ぜひ収録してほしいです。アフターバーナー3。ストライクファイターのような内容でグラフィック的にも厳しいのですが、ここまでアフターバーナー関連作品が収録されていないのでピックアップしました。電人アレスタ。評判は今一歩かもしれませんが、中古は高騰気味ですし、前回に武者アレスタが収録されていましたので入っていたら嬉しいですね。エコーザドルフィン CD。 前回の国内版にはエコーザドルフィンが入っていないんですよね。個人的にはあまりプレイしたゲームではないのですが、1作目と2作目が入っていますので収録しやすいのではないでしょうか。ファイナルファイト CD。 パンチに少し違和感があり、ファイナルファイト自体さまざまな機種に移植されているので少し今更感がありますが、移植が決定した当時はとても嬉しかったのを覚えています。KO 遊撃隊。可愛らしいキャラが活躍する横スクロールシューティングですね。コメント欄で予想されている方が何人かおられましたので入れてみました。ルナ・ザ・シルバースター。メガドライブを代表する RPG ですね。私はプレイしていないのですが、メガ CD が20枠ということですし、これは収録されると思います。ルナ・エターナル・ブルー。2本目の収録になってしまいますが、こちらも収録されそうですね。メガドライブミニ2でじっくり遊ぶのには良いのではないでしょうか。ナイトストライカー。対等の疑似 3D シューティングですね。こちらも移植機会が限られていたので、ぜひメガ CD 版を収録してほしいですね。忍者ウォーリアーズ。1画面にアレンジされていますが、 BGM がオリジナルとアレンジで選択できるのも良かったですよね。ナイトトラップ。 B 級映画っぽい雰囲気の改作ですね。スイッチなどでもリマスター版が出たりしているので人気があるようです。出演俳優の権利関係がどうなっているのか分かりませんが、収録されるかもしれませんね。クイズ殿様の野望。クイズ枠としてありなのかなという感じですね。スターブレード。こちらも前回動画のコメント欄で予想希望する方が多くおられました。ワイヤーフレームによる表示ですが、よくできているんですよね。ぜひ汎用 USB マウス対応でお願いします。天下布武英雄たちの咆哮。こちらもコメント欄で収録を希望する方が多くおられました。メガドライブ独自の歴史シミュレーションということで収録されそうですね。サンダーホーク。戦闘ヘリのシューティングゲームですね。メジャーな作品ではないかもしれませんが、拡大縮小などのメガ CD の機能を駆使したゲームということで収録されるのではないでしょうか。ユミミミクス。漫画家の竹本泉氏が手掛けたインタラクティブコミックです。評価も高いので権利関係がクリアになるのであれば収録されるはずですね。いかがでしたでしょうか。一応前回の動画でメガドライブ2のミニが出ると予想はしていたものの、昨日の発表のように具体的に進行しているとは思っていなかったのでびっくりしてしまいました。10月というと先のことのようですが、たった4ヶ月後です。それまでに4回の発表、動画配信が決まっていますので、あっという間かもしれませんね。次回は6月24日ですか。前回のメガドライブミニの時のように10タイトルずつくらい発表していくようなので、
発売までの間本当に楽しめそうですね。発売までのこの期間が一番楽しい時期でもあると思いますので、予想や希望を出しながら目いっぱい楽しみたいと思います。ぜひ皆さんも希望するタイトルや予想がありましたらコメントの方をよろしくお願いいたします。それではまた。今回はもしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。